Human rights matter because they uphold the inherent dignity and equality of every person, thereby ensuring that all of us can live a life free from abuse and discrimination. They also empower us to speak against injustice as well as enable us to participate fully in society. Human rights are essential if we want to build peaceful, stable, safe and just societies and communities. This is why human rights matter. 通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、先日お伝えしましたミスフィンランド釣り目騒動の続報になります。正確に言うと後編といった感じですかね。先日もお伝えしましたミスフィンランドがね、釣り目の写真を SNS にアップしたとして大炎上いたしまして、結果的にはね、そのミスフィンランドのタイトルを剥奪されるという結果になりました。その一方ですね、もうね、ご存知の方も多いかもしれませんが、フィンランドの政治家たちがこれに便乗しまして、次々と釣り目の写真を SNS にアップすると、こういった事態に発展したんですね。ただ、政治家たちがね、こういった写真をアップするっていうのはもうね、日本の方にとってみたら理解不能なんじゃないかなと思いますが、これにはですね、大きな政治的背景があったということで、本日はね、そのあたりを中心に詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。先日、こちらの動画でお伝えいたしましたが、ミスユニバース2025にも出場しましたミスフィンランドが、釣り目の写真をアップしたということで、これがね、大変な炎上騒ぎになりました。こちらの方ですね、この人がミスフィンランドで、そのタイトルを結果的にね、剥奪されるということになったんですね。この時に上げていた写真がこちらですね。ちょっとね、かなりアップになりますが、どうやらこの彼女ですね、目がお疲れだったということで、この目をマッサージしていたというね。仕方がないですよね。だったら、相当お疲れだったんでしょう。そしてね、ここに入っていたキャプション、これがですね、中華料理。正確にはね、中華料理を食べているところ。こんな感じのキャプションを入れていたわけですね。で、この騒動自体はですね、ミスフィンランドの協会が、ミスフィンランドのタイトルを剥奪。準優勝のこの彼女が繰り上がったという形で、一応落とし前はつけました。なんですが、この解雇になった元ミスフィンランドを擁護する形で、フィンランドの政治家たちが次々と、このね、釣り目ジェスチャーの写真を SNS にアップすると、こういった事態に発展したんですね。で、じゃあなんでこんなことになっているのか、それは彼らのですね、政党。ここが大きく関わっているということで、本日ね、これを詳しく見ていきますが、皆さん、もう週が明けましたので、ハイプが復活したと思います。ぜひね、このタイミングで、ハイプね、していただけたらと思います。週に3回までできますんでね、同じ動画に3回つけちゃうこともできますが、そのあたりお任せしますんでね、ぜひお願いします。そして、まだの方はね、ぜひチャンネル登録と、あとグッドボタンの方もね、お願いできたらと思います。ではまずね、こちらざっと概要を見ていきますが、国会議員カイサー・ガレデウは、木曜の夜に Facebook で、サラ・ジャフチェの表情を真似た自分の写真を投稿した。これクビになった元ミスフィンランドですね。釣り目を真似て自身の Facebook に写真を上げたと。ガレデウはこのポーズについて長い仕事の一日による頭痛予防だと説明している。ね、もうつまりこれは完全に意図的なんですね。元ミスフィンランドも目の疲れとか頭痛ね、これがあったからだと説明していましたので、これを引用していると。で、それがね、実際にこちらね、まだ残ってるんですね。これもすごいなと思いますが、これね、実際の彼女の Facebook です。そしてね、ここに書いてあるんですよ。まだ仕事部屋にいる。朝からずっと長い一日だった。この狂った世界で頭痛にならないよう、こめかみマッサージを試してみようと思う。これ以上の低レベルはない。普通の人間なら自分があんな馬鹿げた振る舞いをして、しかも他人を傷つけていることに気づいたら恥ずかしさを感じるはずだ。なぜ国会議員がこのような写真を投稿するのか。職務の品位にふさわしくない。なんて子供っぽい振る舞いだ。こういう行為には限度がある。ここからまた新たな幼稚ないじめ騒動が始まってしまう。そしてお次はこちらです。次にこのパフォーマンスに加わったのは、出張でブリュッセルに滞在していたユホ・エーロラ。彼はホテルの部屋を背景に清掃姿で同じジェスチャーを披露している。その結果は公式な外交的立場と SNS での悪ふざけが奇妙に混ざり合ったものになった。私はサラだとエーロラは書いている。このサラというのは元ミスフィンランドです。つまり彼女を擁護してるんですね。で、これに関しましてはですね、こちらで記事になっています。この人ですね。ザフチャの写真はアジア人を表彰していると受け取られた。そして本日、国会議員で法務委員会委員長のエーロラが同様の写真を自身の Facebook に投稿した。そしてここからね、インタビュー形式になっています。なぜこのような写真を公開したんですか？ただの気まぐれ。Facebook のプロフィール写真はもともとよく描いている。
このような写真は一般的に人種差別的だと受け取られていますが、その点についてはそう思う人もいるが、私の認識では一般的にこれは人種差別的だとは受け取られていない。会議中に頭が痛くなったんだ。ミスフィンランドから頭痛を和らげる方法としていいアドバイスをもらった。これを写真で示しているだけだ。ねえ、煽りますね。これなんでこうなるのか後ほど詳しく見ますんでね。なぜミスフィンランドがこの写真を理由にクラウンを失わなければならなかったと思いますか？全く馬鹿げている。移民のバックグラウンドを持つ彼女自身が何が人種差別かは当然分かっているはずだ。ミスの運営側が支えるべき立場なのに、あのような彼女を見捨てるのは卑劣な行為だ。あれが人種差別だというなら、この国ではそのうち何もかもが人種差別になってしまう。そしてここね、オール生まれのサラ・ジャフチェの父親はコソボの出身であると。ただこれに関してはね、言及している人の意見を前回の動画でご紹介していると思いますが、自分の出身がどこであれ、その人種が何であれ、それは自分が人種差別主義者ではないという理由にはならないと。これは本当その通りだなと思いますね。つまりですね、今回のね、こちらのエーロラ氏は、ちょっと頭が痛かったからこれやったんだよね、なんてことを言っておりますが、これはね、もう明らかに見えすいた嘘になるんですが、結局のところ、元ミスユニバースが解雇されたことに対しての抗議でやりましたと。これね、まだ続きます。こちらですね。3人目は欧州議会議長、セバスティアン・ティンキネンで、彼はそのジェスチャーを振り返りながら、ザフチェの扱いについてコメントする動画を公開した。ということでね、それがこちらの人物になるんですが、この方 X にいまして、それがこれですね。この動画ね、現在も見ることができます。ここ見てください。はい。グレーのバッジついてますね。これはね、もう認証された政治家ですよ。そしてここね、ミスフィンランドのキャンセルについてということで、ここでね、自分がやるんですね、このジェスチャーを。それがこれですね。これね。ティンキネンはたった一つの仕草を理由に人がキャンセルされることに疑問を呈している。彼はこの状況を様々な身体的特徴や文化的特徴がそれに見合う処分を受けることなく、ユーモアとして扱われる例として並べて論じている。つまりああいったものはユーモアとして流すべきなんじゃないか。こういうことなんですね。EU 議会議員がこんなことをするなんて信じられない。自分に降りかかるまでは大したことじゃないで済ませるんだろう。それでまだフィンランドとフィンランド国民を代表しているつもりなのか。フィン人と、そしてフィンランド政府を恥じるべきだ。クソみたいな人種差別主義者。海外から見てこうしたフィンランドの政治家による振る舞いは一体どう映るんだろうか。私たちは企業にとっての投資家や協力パートナーを切実に必要としているのに、フィン人党には経済を良くすることなど関心がないのだろうか。こうしてまた海外に対して素晴らしいフィンランドのイメージを発信しているわけだ。同じ言い訳をアジアの国々で言ってみたらいい。結果はすぐにわかるだろう。そしてこれね、まだ続きます。こちらですね。で、この人ですね、Facebook のこの投稿、昨日まで見えていたと思うんですけど、今確認したらね、ありませんでした。なのでね、こちらスクリーンショットになるんですが、ここね、楽しい週末を、私はアジア人の目は美しいと思うと言って投稿したのがこの写真なんですね。じゃあこの人物誰なのかと言いますと、こちらでして、この人物ですね、自分のね、個人のサイトというのを持っています。この人ですね。で、これなぜかと言いますと、ここにあるんですが、ヌルミヤルビ市議会。で、ここね、補欠の議員ということのようですね。つまり地方議員のレギュラーが欠けてしまった時に、そこに入る議員。こういうもののようです。そしてこの地方議員が今回ね、この騒動に便乗しまして、こういった写真を投稿。現在は削除し逃亡していると。じゃあね、なんでこれらの議員たちが一斉にこういった写真を投稿し始めたのか。ここにはですね、一つの大きなバックグラウンドというのがあるんですね。それをね、ここからちょっと見ていきますが、まずこの人物ですよ。こちらね、カイサ・ガレデウ、ここにありますね。フィン人党と。そしてこちら、ユホ・エーロラ。ここね、釣り目もやりつつ、出っ歯も演出しているというね、非常に芸術性が高い写真ですが、ユホ・エーロラはフィン人党所属のフィンランドの政治家である。そしてこちらです。ミカ・セバスチャン・ティンキネンはフィンランドの政治家、フィン人党青年部の議長及びフィン人党第3副党首を務めた。そしてね、最後こちらの地方議員、ここにね、わざわざ自身のニュースというのを掲載しておりまして、中央党のペトリ・コルモネンがフィン人党に移籍。ということでですね、こちらに見えています、このね、釣り目のパフォーマンスをした3人、プラス先ほどの地方議員1人、計4人ですね。これ全員、フィン人党なんですね。同じ党の党員なんですよ。じゃあこのフィン人党というのは一体何なんだっていう話になってきますよね。それがね、こちらの記事でよくわかるんじゃないかなと思います。こちらね、2024年の記事になります。昨年6月に発足したフィンランド新政権は、誕生して間もなく大きな混乱に陥った。新たな連立政権を構成する主要2党の一つであるフィン人党について、人種差別的な発言やミームが次々と明るみに出たためだ。同党は極右的な民族主義反移民政党である。ということで、それがね、こちらになるんですが、これね、フィンズパーティー。これね、日本語でフィン人党と呼ばれています。そしてね、ここに書かれているんですが、
ここね、ポリティカルポジション、右翼から極右と、このようになっていまして、先ほどのメディアというのはですね、左派メディアですので、ああいったメディアから見ればね、この政党というのは極右とみなされているわけですが、大体ね、右翼政党と思っておけばいいんじゃないかなと思います。メディアによっては、急進的右翼だとか極右と呼ばれている。このくらいのポジションですね。で、先ほどね、ミーム云々というのがありました。この政党というのはですね、2015年にシピラ政権の下、同じくね、連立政権で与党となっているんですね。なんですが、2017年、ハッダーアホという人物が党首になりまして、他の政党からね、もう連立は組めないと言われてしまうんですよ。そしてこの時に、このフィン人党からですね、穏健派が離脱いたしまして、与党に残りました。なので、そこに残った急進右派ですね。ここが現在のフィン人党の源流になっていると。で、この時にね、党首になりました。先ほどのアホ氏というのは、ここにあるんですが、ハッダーホの成績成功の重要な源泉の一つはインターネットだった。彼のオンラインゲストブックや掲示板は彼の運動の基盤であり、イデオロギーの試験場として、ここね、スオメンシス。これね、フィンランドの急進的なナショナリスト系の政治団体だそうです。これを凌駕していったと。実際彼の議論のスタイルは本質的に掲示板投稿者のそれである。攻撃的で辛辣かつ皮肉なユーモアを交え、単純化した比較などを用いている。ということで、このね、分裂した以降のフィン人党というのは、ネットを中心に伸び、勢力を拡大してきたんですね。だから例えば SNS にね、非常に過激な投稿をしてみたり、ミームに乗っかってみたりね、こうやって伸びてきた政党だと。で、それはね、ここね、所属する議員についていろいろ書かれているんですが、過去にね、SNS に鍵十字を投稿していたり、ヒトラー支持を示唆して冗談を飛ばしていたりね。で、この人は辞任に追い込まれたとありますが、ここにあります。一方で、より危険な潮流も存在する。近年、フィンランド各地で亡命希望者施設や政治家への攻撃を計画していたサタニズムを掲げるネオナチ集団に対するテロ裁判が行われている。こうした過激化した若者たちはしばしば元フィン人党の党員であり、そのうち少なくとも一人は同党のウェブサイトで長年ブログを書いていた経歴を持っている。というような形でですね、インターネット、特に SNS での過激な発言やパフォーマンスによって支持を集め、結果的にはね、若者を扇動する形になり、この党員が現在テロ裁判にかけられていると。つまりこういった若者を扇動して勢力を伸ばしてきた政党と、こういうわけだったんですね。そうすると、こういったパフォーマンスというのも、納得でしょう。こういうことをやって、先鋭化に先鋭化を重ねて伸びてきた政党だと。もちろん当然ね、こんなパフォーマンスだけでは、連立与党入りすることなんかできませんよ。なんだけど、こういったパフォーマンスで注目を集め、社会不安とかね、既存政党への不信、これらをうまく吸収していったと。こういうことなんでしょうね。で、現在ね、こちら X になりますが、ヨアキム・ビゲリウスという人物、こんな投稿しておりまして、これね、ミス・フィンランドがああいうことをして、その結果どうなったか、人種差別騒動、激しい怒り、謝罪、ミスはクラウンを剥奪された。そしてキャリアは完全に破壊された。ここで真剣に問いたい。これを妥当な結果だと思う人がいるのだろうか。私はそう思わない。この病的で神経質すぎてユーモアのかけらもない。そして何より情け容赦がない。ということで論調はね、先ほどの連中と同じでしょ。じゃあこの人誰なのと思ってこちらね、見てみますと、国会議員、フィン人党第2副党首。ということで、この人もフィン人党なんですね。そして現在ね、こちらも話題になっております、カトヤ・ペールマン。ここね、フィンランドの人権大使ということなんですが、彼女にね、とある日本の方が X で質問したところ、ブロックされたなんて報告がね、現在上がっておりますね。これもね、すごい話ですが、現在ね、こちら、新しいフォロワーの皆さん、フィンランドの人権政策に真摯に関心を寄せてくれてありがとう。フィンランドは国内政策、外交政策の両方において、平等と人権へのコミットメントを今後も堅持します。そしてこの方ね、フィンランドから見るとアジア人には人権があるんですか？そしてそれに対して、もちろん人権は普遍的ですと。このようなやりとりもあるんですが、この下はね、だったらちゃんと行動しろよと。このようにとつられているという状況になっています。そしてこちらね、フィンランドの外務省、12月10日にね、こんなことを言っています。人権は自由平等、正義の土台です。人々の命、声、そして夢を守ります。立ち上がれ、声を上げろ。フィンランドは人権を守ります。すべての人のために、どこであっても。ね、すごいですね。当然こちらにもね、盛大にツッコミが入りまして、とつられていると、こういった状況になっています。はい、ということで本日はですね、先日お伝えしましたミスフィンランドの釣り目騒動。ここにフィンランドの国会議員らが参加いたしまして、現在日本ではね、大騒ぎとなっているんですが、その背景というのを見てまいりました。いかがだったでしょうか。
まあね、今回紹介しました、ここにいる3人プラス先ほどの1人ですね。これ全員がね、国会議員というわけではないんですが、まあ全てね、フィン人党で繋がっているというお話でした。だからまあここまでの状況を見ますと、ミスフィンランドを擁護するためにこれをやっているのか、それとも、これまでフィン人党がやってきたように、ただのパフォーマンスとしてこれに乗ってきているだけなのか、正直わからないですよね。まあいずれにせよですね、こういった非常識な人物たちが、実際フィンランドではね、国会議員になり、そしてこの政党が支持を集めているというのが、まあちょっと信じられないですよね。どうしますこれ、自民党の議員たちがやってたら、どうなるかわかるでしょ。そういうことですからね。まあちょっとね、理解には苦しみますよね。で、現在ね、日本ではこちらですね、これに対しての抗議のオンライン署名が募られています。フィンランド政治家による差別表現に抗議し、アジア人差別の実態調査と改善を求めます。ということで、こちら現在ね、5180名署名が集まっているようですね。で、先ほど釣り目とともに、出っ歯もやってるなとお話をしましたが、この釣り目と出っ歯という組み合わせは、この海外でのですね、アジア人のステレオタイプなんですね。で、非常にね、有名なところで言いますと、こちらですね、ティファニーで朝食を、日本人への偏見、ユニオシの変化と、真田広之がたどり着いた栄冠の意義。ということでね、オードリー・ヘップバーンの名作映画ですよ。ティファニーで朝食を。この中に、ユニオシという日本人キャラクターが出てくるんですが、その風貌がね、まさにこちらだったんですね。それがね、こちらにも書かれているんですが、背が低く、出っ歯で釣り上がった目に黒縁眼鏡。これ2024年の記事ですからね。で、こちらリオペさん、これね、ポストしているんですが、ティファニーで朝食をは、白人俳優演じる日本人の差別的描写のせいで複雑な気分になる。原作小説のユニオシは、紳士的な人物に対し、映画版では出っ歯、釣り目に黒縁眼鏡をかけ、片言の映画で感触を起こす滑稽なアジア人へ改変。時代だから仕方ないで済まされてるけど、今も軽視され続けてる。そしてこちら、咲夜さん。数年前までウィーン市内のジャンクなアジアレストランでも、こんなデザインが普通に使われていたし、普通に悪気なくこのジェスチャーやられたりすることあるけど、これがダメという認識が今後広がってほしいな。ということで、それがね、こちらになるんですが、まあ普通にね、こういったパッケージが飲食店で最近まで使われていたと。で、まあ今回の件に関してはね、ちょうどここで引用されていますが、このミスフィンランドに関しては、これね、中国人を揶揄してるんだから、日本人が怒る必要ないだろうと。こういう方ね、いらっしゃるんですが、これね、全然そんなことないということです。今回はたまたまこのキャプションが中華料理だったというだけで、これがね、今も、だいぶマシにはなったものの、日本人を含めたアジア人のステレオタイプとして根強く残っているので、実際ジェスチャーでのいじめもあるんですよ。だからしっかりね、こういうのって、抗議の声を上げていった方がいいんじゃないかなと、僕たは思いますね。ぜひね、これについては皆さんのご意見も聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。